これは2026年3月に起きた、あってはならない事件の話だぜ。学校まであと200メートル。その場所で小学5年生の男児が消えたんだぜ。200メートルって、校門が見えるくらいの距離でしょ。そうだ、防犯カメラが捉えた最後の9秒。その後、男児は完全に姿を消したんだぜ。9秒で何があったのよ。それがまだ分かっていない。そして学校にはある隠蔽があったんだぜ。隠蔽ってどういうことなのよ。今日は京都南丹市で起きたこの衝撃の行方不明事件を徹底的に追っていくぜ。お願い、全部教えてちょうだいよね。舞台は京都府南丹市。自然豊かな山間部に位置する静かな市だぜ。2026年3月のある朝、小学5年生の男児が学校へ向かって歩き出したぜ。普通の朝だったのね。ああ。前日も普通に学校に行き、担任とも話していた普通の少年だぜ。家族もいつも通りに送り出したぜ。その行ってらっしゃいが最後になったなんてね。自宅から学校まで約500メートル。毎日一人で歩いていた慣れた道だぜ。近所の子も一緒に歩いたりはしなかったのよね。その日は一人だったとされているぜ。通学路には複数の防犯カメラが設置されていたぜ。男児が歩いている姿はカメラにはっきりと映っていたぜ。その後はどうなったのよ。9秒後、画面から完全に消えたんだぜ。9秒って本当に一瞬の時間よね。通常の歩行速度なら約78メートルを進む時間だぜ。次の地点のカメラにも映っていない。完全に消えたんだぜ。死角があったのよね。カメラとカメラの間に路地や建物の影がある場所があったんだぜ。そこが盲点になっていた可能性が高いぜ。警察は映像を何度も分析したぜ。自分から路地に入った何者かに連れ去られた車に乗せられた。だろ。あらゆるパターンを調べているが、結論はまだ出ていないぜ。手がかりがそれだけしかないのね。周辺住民への聞き込みも徹底して行われたぜ。その朝は特に変わったことは、子供が歩いてるのは見ましたが、急いでいたので、それ以上は気にしませんでした。目撃情報が少ないのね。登校時間帯でもじっくり周囲を観察している大人は少ない。それが現実だぜ。一方、学校では深刻な問題が起きていたぜ。男児が来ていないことに気づいたのは授業開始後のことだぜ。気づくのが遅すぎるんじゃないのよ。担任が欠席として処理しようとしたんだぜ。その時、男児の母親から電話が来たぜ。うちの子、ちゃんと登校しましたよね。今朝送り出したはずなんですが。その電話で初めて来ていないと分かったのよ。そうだぜ。それが失踪発覚の瞬間だったぜ。来ていないってどういうことですか？どこにいるんですか？お母さんの気持ちを考えると辛いわね。学校はすぐに警察に連絡し、捜索が始まったぜ。警察が到着し、状況確認が行われたぜ。そこで次々と明らかになったのが学校の初動対応の問題だぜ。具体的に何が問題だったのよ。まず、連絡のない欠席への確認が遅れたことだぜ。本来なら連絡がなければ確認するが原則のはずだぜ。しかしそれが徹底されていなかったぜ。連絡がないから休みかなで済ませてたってことよね。その可能性が高いんだぜ。次に、防犯カメラ映像の確認にも時間がかかったぜ。なんで時間がかかるのよ。カメラの管理が複数機関に分散していて、全映像をすぐに集められなかったぜ。縦割りの弊害ね。最悪のタイミングで。3つ目が、近隣住民への情報共有の遅れだぜ。子供が行方不明かもしれないという情報が、地域に伝わるまでに時間がかかったぜ。早く伝えていれば、目撃情報も出やすかったのにね。この3点が重なって、初動が大きく遅れたと見られているぜ。数日後、学校は保護者向けの説明会を開いたぜ。校長が頭を下げてこう言ったぜ。この度は、私どもの対応に不手際がございました。誠に申し訳ございません。不手際、その一言だけで済む問題なのよ。保護者たちからは激しい怒りの声が上がったぜ。不手際ってどういうことですか？具体的に説明してください。なぜ欠席確認の電話1本ができなかったんですか？うちの子がいなくなったのに、謝るだけで終わらせるつもりですか？当然の怒りよ。本当に、当然の怒りなのよ。校長は何度も頭を下げたが、明確な説明はできなかったぜ。説明会後も保護者の不信感は消えなかったぜ。SNS では学校の対応が遅すぎる、これは組織の怠慢だという声が広がったぜ。当然よ。自分の子供の安全を任せていた学校でしょ。教育委員会も調査に乗り出したぜ。欠席時の確認体制の見直しが早急に求められることになったぜ。検討しますじゃなくて、今すぐやってほしいわ。全くだぜ。捜索は日を追うごとに規模が拡大されたぜ。警察、消防、
山岳救助隊、そして地域住民まで参加したんだぜ。それだけの人が動いてもなかなか手がかりが出なかったのね。山林、河川、農業用水路など地形的に難しい場所が多かったぜ。ドローンによる上空からの捜索も行われたぜ。技術を使えるものは全部使っているのね。警察犬も投入されたぜ。あらゆる手段で追っているぜ。それでも手がかりがなかなか出なかったんだぜ。そして失踪から5日目、ついに動きがあったぜ。何が見つかったのよ。男児のリュックサックが発見されたぜ。リュックだけ、本人はまだなのよね。あ、本人は見つかっていないんだぜ。リュックが見つかった場所はどこなのよ。学校からは離れた山の方向だったぜ。中身は手つかず、教科書も筆箱もそのまま入っていたんだぜ。本人が意識的に置いていった感じじゃないわよね。警察はリュックから指紋、DNA 採取など詳細な調査を進めているぜ。発見場所周辺を中心に改めて大規模な捜索が行われたぜ。一つの手がかりが大きな転機になってほしいわ。地域の至るところに情報提供を求めるポスターが貼られたぜ。駅、商業施設、コンビニ、公民館と人目につく場所すべてだぜ。一つの情報でも捜査につながることがあるのよね。SNS でも情報拡散が続いた。何万件ものリツイートがされたぜ。全国から早く見つかってほしい、協力したいという声が届いたぜ。見知らぬ人々が心を寄せているのね。こういう時、SNS の力は本当に大きいぜ。この事件はテレビでも連日大きく報道されたぜ。学校の安全管理地域の見守り体制をめぐる議論が広がったぜ。専門家はどう見てたのよ。子供の安全の専門家はこう言っていたぜ。このような事件が起きるたびに言われますが、初動の遅れが致命的です。無断欠席から30分以内に家庭確認できる体制を全国の学校で整備すべきです。30分以内って今の学校でできているのよね。できていない学校が多いのが現実だぜ。テクノロジーを使えばシステム化できるのに導入が遅れているぜ。お金と意思の問題ね。命がかかっているのに後回しにされている。それが悲しい現実だぜ。実は登下校を自動で管理するシステムはすでに存在しているぜ。IC カードや顔認証で登校を記録し、一定時間内に登校がなければ自動通知するんだぜ。そういうシステムがあるなら全部の学校に導入してほしいわ。コストや個人情報保護の観点から導入が進んでいないのが現状だぜ。子供の命と個人情報、どちらを優先するかは明らかじゃないよね。制度と技術の両面からの改革が今すぐ必要だぜ。文部科学省は以前から欠席時の迅速な確認をガイドラインで定めているぜ。無断欠席の場合は速やかに家庭へ連絡することと明記されているんだぜ。それが守られていなかったってことね。知っているけど実際に流行っていない学校が全国に存在するんだぜ。ルールが形だけになってしまうのは本当に問題なのよ。形骸化したルールが最悪の結果を招くことがある。今回がその典型だぜ。誰かが被害に遭って初めて動くというのは繰り返してはいけないのよ。地域コミュニティの力についても改めて注目が集まったぜ。見守り隊の活動が活発な地域では異常の早期発見につながるケースが多いぜ。でも見守り隊も人手不足が深刻よね。そうだぜ。ボランティアに頼るだけでは限界がある。行政が積極的に関わるプロフェッショナルな見守り体制が必要とされているぜ。子供の安全を善意だけに任せてはいけないわ。全くだぜ。ここで日本の現状を数字で見ておきたいぜ。日本では年間で数万件の行方不明届が出されているぜ。そのうち子供18歳未満が占める割合は少なくないぜ。そんなに多いのよ。大半は数日以内に発見、保護される。しかし長期化するケースもあるぜ。そして初動の速さが発見率に直結することがデータで示されているぜ。最初の24時間がいかに重要かってことね。そうだぜ。だからこそ今回の学校の初動の遅れは取り返しのつかない問題になる可能性があるぜ。教育現場全体がこの事件を他人事として見てはいけないわ。全くだぜ。子供自身の安全教育についても話したいぜ。知らない人についていかないは当然としてだぜ。怖いと思ったら大声を出す、近くの建物に逃げ込むを徹底させることが大事だぜ。でもとっさのことだとパニックになる子も多いわよね。だからこそ訓練が必要なんだぜ。定期的に不審者対応訓練を言っている学校では子供の対応力が明らかに違うぜ。知識だけじゃなくて体で覚えることが大切なのね。専門家はこうもアドバイスしているぜ。子供と一緒に通学路の危険箇所を実際に歩いて確認してほしいだぜ。どこに逃げ込めるか、どこが死角になるか、
体で覚えておくのね。子供110番の家がどこにあるかも確認しておくといいぜ。そういう小さな準備がいざという時の大きな違いになるわよね。それと地域の大人一人一人が子供に関心を持つことも大切だぜ。見慣れない人物が子供に近づいていれば声をかけることができるんだぜ。それだけで犯罪の抑止力になることがあるんだぜ。誰かがやるじゃなくて自分がやるという意識が必要ね。今も男児の家族は帰りをただ待ち続けているぜ。捜索隊も地域の人々も諦めていないぜ。一日も早く無事が確認されることを願っているわ。情報をお持ちの方はためらわずに警察に連絡してほしいぜ。小さな情報でも必ず伝えてよね。この事件を今回まとめて改めて子供の安全について考えるきっかけになればいいぜ。風化させずに覚えていることが大切なのよ。今回の事件から私たちが学ぶべきことをまとめるぜ。一つ目、無断欠席の即時確認体制は命綱だということだぜ。連絡がなければ30分以内に確認。これを当たり前にしてほしいわ。二つ目、防犯カメラの死角をなくす取り組みは急務だということだぜ。通学路の安全を行政と学校と地域で一緒に整備すべきなのよ。三つ目、地域全体で子供を見守る文化を育てることだぜ。大人一人一人が気にかけるだけで社会は変わるわ。四つ目、子供自身が身を守るスキルを身につけることだぜ。知識と訓練両方があってこそ子供は自分を守れるようになるわ。この事件が一刻も早く解決されることを心から願っているぜ。本当に一日も早く安否が確認されてほしいわ。最後に一日も早い男児の無事を願ってこの動画を締めくくるぜ。目撃情報や手がかりをお持ちの方は最寄りの警察署へ連絡してよね。チャンネル登録と高評価もよろしくな。また次回だな。次回もよろしくね。